こんにちは、 M35 です。今回お届けしますのは1964年公開の東宝特撮が放つ異色の SF 特撮怪獣映画宇宙大怪獣ドコラでございます。地球防衛軍、宇宙大戦争、妖精ゴラスに引き続き、岡見丈次郎さんの原作をもとに宇宙から襲来した謎の生命体の脅威とスタイリッシュな犯罪劇とを並走してみせながら最終地点へと帰着していく異色の怪獣映画となっています。この動画ではそんな宇宙大怪獣ドコラのイメージを生み出した造形の村瀬慶三さんを中心とする特撮スタッフ陣のアイデアと熱き特撮魂についてご紹介してまいります。また不定形なドゴラの動きを生物感に満ち溢れた造形にまで昇華させてみせた特撮センスあふれるドゴラ創造の過程と、加えてミニチュアワーク、合成処理、操演技術などいつもながらの丁寧な職人技が光る安定のつぶれ演出についても解説してまいりますので、最後までどうぞお付き合いください。なお本動画はネタバレを含んでおりますので、未見の方はくれぐれもご注意いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。合わせて本動画では著作権や肖像権に配慮し、できる限り実際の映像とは異なるイメージ画像を使用しておりますので、ご了承いただきますよう重ねてお願い申し上げます。それでは行ってみましょう。ある日、地球周回軌道上を回っていたテレビ衛星が謎の不定形物質に破壊されるという事件が発生。地球では銀座の宝石店を襲撃していた強盗団が宙に浮かび上がるという不可思議な現象が目撃されます。ある夜、ダイヤ強盗事件を捜査していた警視庁の駒井刑事はマークと名乗る謎の外国人を追ってダイヤの研究者宗像博士の邸内を捜索。マークを見つけた駒井でしたが、あえなくマークが繰り出す空手チョップで気絶すると、その隙にマークは邸内にあったダイヤを奪い取って屋敷から逃亡。途中ダイヤ強盗団に拘束されたマークでしたが、こちらも得意の空手チョップで撃退すると敵アジトからの逃亡に成功したのでした。宗像博士の助手正代の身を案じた駒井は正代を家まで送り届ける途中、炭鉱所の煙突が引きちぎられるという怪現象に遭遇。折れた煙突が石炭とともに上空に舞い上がり、暗雲の空に火花のような光を目撃します。その頃、横浜からダイヤの原石が輸送されるという情報をつかんだ強盗団はすぐに強奪計画を実行。輸送経路で待ち伏せしていたところ、彼らを追ってきたマークと銃撃戦になりますが、突然居合わせた石炭トラックが浮遊しマークの車に激突。その隙を突き強盗団は原石を奪って逃走したのでした。事件の真相究明に躍起となる警視庁は宗像邸に来ていたマークを問い詰めると、マーク本人の口から世界ダイヤ保険協会の調査官であることが明かされます。その時、電波研究所に勤める正代の兄桐野が宗像邸を訪れ、謎の不定形物質について国連宇宙対策委員会の見解を報告。委員会によれば怪物の正体は放射能の吹き溜まりとなっていた日本上空に生息していた宇宙細胞が異常転移したものであり、この怪物が石炭やダイヤなどの炭素物質をエネルギーとする性質を持ち、一連のダイヤ強奪事件も怪物の仕業であると結論付けられたのです。それを聞いた宗像博士は、細胞が繁殖を繰り返し地球上の含有炭素物質が食い荒らされたとしたら人類滅亡は必至であると警告。しかし時すでに遅く、ドゴラと命名されたこの宇宙細胞は世界各国に被害をもたらし、日本においても石炭の産地北九州地方を中心とする特別防衛体制が組まれることとなっていきます。すぐに宗像博士と正代が状況確認のため北九州に向けて出発。ダイヤ原石の強奪事件を追っていた警視庁もマークが九州行きの切符をチャーターしたとの情報を得ると、駒井刑事を北九州に派遣。ダイヤの原石が偽物であると分かり、マークの仕業と考えた強盗団もまたマークを追って北九州へ向かいます。北九州に到着した宗像博士はすぐに防衛対策本部と合流。その時、対策室のレーダーが遥か上空を飛ぶミツバチの群れをキャッチ。その直後、空から無数の岩塊が降り注ぐという事象が発生します。その夜、ドゴラが北九州市上空に出現。雲の合間から触手を伸ばしながら上空を浮遊する生体ドゴラは自衛隊の放射砲攻撃にひるむことなく平然と炭鉱の石炭を吸い上げると、開通したばかりの若戸大橋を破壊。自衛隊のミサイル攻撃に一旦消滅したかに見えたドゴラでしたが、それはミサイルの衝撃によって細胞分裂が起こったものであり、ドゴラはさらなる繁殖を繰り返しながら無数の光り輝く細胞となって夜空を浮遊していたのです。宗像博士の指示により各地の炭鉱を調査していた駒井と正代は筑豊の炭鉱に宇宙細胞が這い回った跡があり、そこにジバチの巣があったと報告。すぐに薬物研究所による結晶体分析の結果、ドゴラの結晶化はハチ毒によって化学変化を起こしたものであると結論が出されると、直ちに分析データを全世界に拡散。世界各国の薬物工場が一斉にハチ毒の製造に取り掛かっていきます。果たして人類はこのハチ毒作戦によってドゴラに打ち勝つことができるのでしょうか。それともこのまま人類は増殖するドゴラによって滅亡の道を歩むこととなるのでしょうか。こうして物語は宇宙怪獣の襲来に立ち向かう SF スペクタクルとダイヤ強奪をめぐる犯罪アクションという異なるストーリーを交互に織り交ぜながら興奮のクライマックスに向けて突き進んでいくのです。
本作はその宇宙大怪獣ドコラというタイトルからも特撮 SF 怪獣映画を売りにした作品であることは間違いないでしょう。しかし実際に映画に触れてみると、その実本作は宇宙大怪獣の脅威を描くのと同時に、それと並行しながらダイヤの原石をめぐる犯罪ドラマが軽やかに展開していく構成となっており、どちらかといえば特撮パートよりもドラマ部門に主軸が置かれた作品だと言ってもいいでしょう。それでも本作の特撮は円谷監督をはじめとする特撮スタッフの総力を注入し、これまで経験したことのなかった不定形生物という怪獣造形に挑んだ意欲的な作品であることも確かなのです。関澤真一さんによる本作の脚本は映画の基本となるいわゆる3幕構成がしっかりと守られた作品となっています。本作は80分強にまとめられた非常にコンパクトな作品ですが、さらに細かく分解していくと映画の分岐点が全体の4分の1となる約20分ごとに区分された起承転結の構造が見て取れるのです。映画の幕が上がり、おなじみの東方スコープが披露された後、スクリーンいっぱいに広大な宇宙空間が映し出されます。地球防衛軍、宇宙大戦争、妖精ゴラスといったそれまでの宇宙映画の経験を生かした円谷特撮が、そのノウハウを十二分に生かして作り上げた雄大な特撮による宇宙空間がそこに広がっていきます。続いて場面が実写のパラボラアンテナから衛星を監視する宇宙研究所の室内に切り替わると、画面中央に鮮やかなオレンジ色を主体とした衛星経路を示すモニターが配置され、そこからカメラがズームアウトしていくと、北武雄美術監督をはじめとする美術造形スタッフ陣によって作り上げられたワイド感のある電波研究所の前景セットが映し出されていくのです。研究所職員により人工衛星の日本上空通過が伝えられると、宇宙空間では画面奥から地球の軌道上を沿うようにして迫ってくる人工衛星を滑らかな操演技術で見せていきます。その時研究所のテレビ画面に宇宙空間から染み出るようにして怪しげなクラッシュ音にも似た音響とともに3体の物体が出現。それは青白く鈍い光を放ちながらアメーバー状に伸縮を繰り返す宇宙細胞だったのです。造形部の村瀬慶三さんによって考案されたこの宇宙細胞の造形は有機ガラスをジェル状に溶かした素材を作って製作されており、その伸縮する動きはジェル状の本体を2枚のガラス板で挟み込み、そのガラス板をずらすことによってまるで生きているかのような動きを表現しています。映画はそんな宇宙細胞が不気味にうごめきながら画面中央に立ちふさがると、人工衛星がそのまま細胞の中に吸い込まれていき、大爆発を起こすまでの様子をスムーズな操演技術とアニメ合成を駆使して漆黒の中に美しく描いていくのです。そして衛星が物体に衝突するのと同時に伊福部明さんによる迫力のテーマ曲が鳴り響き、人工衛星の残骸が流れる姿をバックに宇宙大怪獣ドコラのタイトルフォントがスクリーンいっぱいに広がっていきます。そのままタイトルクレジットに入り、そのタイトルバックには宇宙空間から見下ろす地球が描き出され、 Google Earth よろしくゆっくりと日本列島へ接近。カメラが銀座の夜景に切り替わると静まり返る銀座のオープンセットへとつながっていくまでの切れ目のない編集が見事で、我々観客を知らず知らずのうちに宇宙空間から銀座の宝石店へと滑らかに誘ってくれるのです。ここから映画はしばらくの間本編ドラマを中心に進行していきます。したがって特撮ファンにとってはしばし辛抱の時間が続くことになるわけですが、しかし本作は人間ドラマの部分も非常に充実しており、国際宝石強盗団によるダイヤ強奪事件と警視庁捜査官とのスリリングな追跡劇が軽やかに展開し、そこに謎のダイヤ G メンが加わることで本編ストーリーを多面的に構築。ドコラ登場までの間を飽きることなくつないでいくスタイリッシュな犯罪ドラマが展開していくのです。映画開始から18分が経過。続いて映画は次の転換点に入っていきます。その舞台となったのは正代の暮らす下町でした。炭鉱所が広がる殺風景な工場地帯でタクシーを降りた狛井刑事と正代がしばし談笑にふけっていた時、2人のもとに正代の兄で宇宙研究所の技官桐野が不安げな表情を浮かべながら駆け寄ってきます。宇宙研究所で聞いたあの不気味なクラッシュ音が再び工場地帯周辺に鳴り響くのを聞いた桐野は困惑しながらもそのよどんだ空気に包まれる工場地帯を見回します。この大迫力の工場破壊シーンは重く濁ったホリゾントの空とミニチュアセットによって描かれた工場地帯を見せながらカメラをゆっくりとティルトダウンさせていくことで不安定な恐怖イメージを作り出しています。その時突然工場の手前に立ち並ぶ複数の煙突が揺れ始め、そのうちの1本が中央から折れ曲がると真っ二つに引きちぎられ上空に吸い上げられていったのです。煙突はもう1本さらにもう1本と折り曲げられ、鈍く青緑色に染められた雲の中に次々と吸い込まれていきます。不気味なクラッシュノイズはなおも鳴り続け、行き詰まるような緊迫感が高まっていく中、周りを見回す3人の表情をカメラが捉えていきます。再び特撮カットに切り替わるとミニチュアの煙突が折れ曲がり空中に舞い上がる全体像を操演技術によって真正面から堂々と映し出していきます。その光景を愕然と見上げる人々を手前に置き、バックに煙突が舞い上がっていくミニチュアセットを1枚の画角に収めていく合成演出も美しく、不気味に濁った雲の渦が重く地上へと垂れ下がっていく特撮は水槽に絵の具を流し込むことによって作り出されています。さらに敷地に積み上げられた石炭や工場施設の重機などが猛烈な勢いで舞い上がっていく描写はハイスピードの逆モーションで表現。この石炭が舞い上がるシーンは単純に逆回転可能な
なハイスピードカメラで撮影したものではなく、実は本作の制作当時、重量感を出すために必要となる4倍速から5倍速のハイスピードを逆回転で撮影できるカメラが存在しなかったようで、そこで円谷監督が思いついた手法が、通常の順回転のハイスピードカメラをひっくり返して撮影し、そのフィルムを再びひっくり返して再生するという目から鱗のアイデアでした。単純な逆回転撮影に見えるこのシーンですが、実は円谷監督の卓越した特撮センスがあってこそ実現したものであり、まさに逆転の発想から生まれた名シーンだったと言えるのです。映画冒頭から40分、物語がど真ん中を折り返すと、いよいよ主要登場人物たち全員が北九州へ向かうという舞台の大転換を見せていきます。九州に向かう特急さくらの車中では、宗像博士、正代、マーク、そして強盗団の紅一点浜子が乗り合わせ、悪女の裏切り工作を絡ませながらスリリングに展開していきます。北九州市に到着した宗像博士と正代は地区防衛司令の岩佐と合流。その時対空レーダーに異常浮遊物の反応があり、観測を続けながら高射砲の照準を合わせるシーンでは、ミニチュアの自衛官のヘルメットを高射砲の下に一瞬見せるという特撮スタッフこだわりのミニチュア演出を見ることができます。宗像博士らが招かれた対策本部のセット美術にも非常に丁寧な作り込みが施されており、その他冒頭の銀座のオープンセットや電波研究所の美術造形、北九州のホテルのセット造形など、本作の本編美術はその全てにおいて完成度が高く、本編ドラマをおろそかにしたくないという制作側の強い意志が伝わってくる見応えのあるセット造形を楽しむことができるのです。対策本部では対空監視機が黒いシミのようなものを確認すると、集音レーダーが虫の大群の羽音を捉えます。それはミツバチの大群でした。すぐにミニチュアの監視用偵察機が発進。蜂の大群が舞い飛ぶ姿は逆回転特撮で描かれ、偵察機がグラデーションで彩られた雲をバックに美しく旋回していくまでを雰囲気たっぷりのミニチュア演出で見せていきます。続いて雲間から落下する岩石群のシーンでは、洞海湾や市街地に襲いかかる岩塊が瓦屋根やビルを破壊するシーンをミニチュアワークで描き出し、画面手前に人々が逃げ惑うシーンをはめ込んだ大胆な合成ショットも見応えのある迫力の画作りを実現しています。映画は開始から約50分が経過し、いよいよここから北九州上空にドゴラが出現するという大特撮シーンへと入っていきます。円谷監督と村瀬慶三さんを中心とした造形スタッフが苦心の末に生み出した宇宙大怪獣ドゴラの全貌がここに披露されていくのです。不穏な色合いに染められた雲の中をソフトビニール製の触手が見え隠れするショットは、ドゴラ出現という絵空ごとにリアリティを与える力を持っており、まさに CG を凌駕する出来栄えです。ドゴラ出現のシーンで使われる伊福部サウンドには、ノコギリをバイオリンの弦で弾くミュージカルソー、ノコギリバイオリンと呼ばれる楽器が使われ、不定形宇宙生物ドゴラの不気味さをより強調する効果となっています。洞海湾の前景とその上空を浮遊するドゴラとを同画角に収めた一枚絵は、息を飲むほどの幻想的な美しさで迫り、自衛隊の畳みかけるような高射砲攻撃にドゴラが軟体性の触手をふわりと揺らしながら素早く方向転換する演出は非常にリアルで生物感に満ち溢れています。ドゴラが若戸大橋に触手を絡ませ橋を持ち上げるシーンでは、アニメーションで描かれた触手と草園で釣り上げたミニチュアの吊り橋とを合成演出によって合体させることで圧倒的スケールの橋破壊シーンを作り出しています。映画公開の2年前に開通したばかりの当時東洋一と称されたこの夢の吊り橋を容赦なく破壊する特撮は、常にできたばかりのランドマークを叩き潰していく円谷特撮のまさに真骨頂と呼べる名シーンとなっているのです。高射砲の効果がないと判断した自衛隊は続いて対空ミサイルに切り替えますが、このミニチュアによって描かれたミサイル発射シーンが非常に滑らかで、全くブレを感じさせない見事なミニチュアワークを見せてくれています。このミサイル攻撃はドゴラに一定以上のダメージを与えたようで、不定形ドゴラはこのミサイルの衝撃によって分裂を起こし、無数の光り輝く細胞となって夜空を浮遊していきます。こうして約8分間ほどの尺を使って描かれたドゴラの北九州襲撃シーンは、それまでの怪獣映画では体感したことがなかった別次元の怪獣表現を見せてくれており、特撮怪獣ファンであれば絶対に見ておくべき価値のある伝説級の特撮シーンだと感じているところです。そんなドゴラのデザインを考案するにあたっては、まずはどんな怪獣なのかが重要であり、重力に反した怪獣にしてはどうかという制作側からの発想を受けた脚本の関澤真一さんが、その生態を詰めていくところから始まります。関澤さんから出されたのは、全身が半透明であり、何本かの触手を持ち、胃袋のように動き、ハマグリのように鳴くという発想でした。その発想をもとに小松崎茂さんがイメージイラストに落とし込み、合成作家の飯塚貞夫さんが最終デザインを完成。次にその最終デザインをもとにして実際の造形物の制作に移っていくわけですが、この半透明で不定形な怪物をどのように作成すればよいのか、造形を任された村瀬慶三さんはこの困難な課題に頭を悩ませていくこととなります。そこでまず村瀬さんが注目したのがソフトビニールという素材でした。これまでおもちゃなどで使われていたソフビですが、怪獣造形の現場ではまだまだ未知の素材だったようで、それでも試行錯誤の末、村瀬さんの手により柔らかな動きを作り出すことに成功。なんとかドゴラ造形の完成にこぎつけることができたのですが、しかしこの造形物が果たしてうまく稼働するかどうかが次の課題だったのです。まず重力に反した動きを実
実現するために水槽の中で撮影するという選択が取られました。ソフトビニール製のドグラを水槽に沈め、ドグラの先端に装着したテグスを引っ張る双円によって生物らしい動きを表現しようという試みです。しかし予想以上に水の抵抗力が強く、しかもソフトビニールが非常に耐久性に乏しい素材だったことにより、すぐにテグスの装着部分が破損してしまうという問題が発生。なんとかテグスの箇所を固めのプレートで補強するなどいろいろと試してみたようですが、その補強箇所がカメラに映り込んでしまうなどの失敗が連続。そこで考案されたのが、テグスで引っ張るのと合わせて水槽の底に置いたポンプからドグラめがけて水流を流し込み、浮力を補強させようという方法でした。そしてこの方法がうまく機能し、なんとか一定の動きを作り出すことに成功したのです。しかしまだまだ予断を許しませんでした。いざ撮影の段階になると、今度は水槽の透明度が毎日違うという大問題が発生します。それは水道局側が補充するカルキの量が実は毎日異なっていたため、毎日の水の透明度が変わってしまったのです。当然クリアな状態での撮影が必須で、撮影スケジュールをカルキの量に応じてその都度変更しなければならないという事態に特撮スタッフは大慌て。それでもなんとか水道局側にカルキの補充スケジュールを前もって確認することで撮影を進めていったとのことですが、とにかくこのドグラの撮影については課題満載で、なかなか十分なカット数が取れなかったのも事実だったようで、ドグラ登場シーンが他の怪獣映画と比べてかなり短い尺となってしまっているのも、こういった様々な問題が積み重なったことが要因となっていたのではないかと推察できるのです。映画が1時間を経過すると、いよいよ物語は起承転結の結びとなる一大クライマックスへと突入していきます。ハチ毒によりドグラが結晶化することを突き止めた宗像博士が、そのデータを全世界に配信すると、各国の化学工場がハチ毒製造に全力投入を開始。無数の結晶体となったドグラに向け、ハチ毒攻撃による撃滅作戦の準備に取り掛かっていくのです。この細胞分裂後の発光する溶体の造形はアメーバ状のドグラ同様有機ガラスで作成されており、球形の有機ガラスの中心にダイオードを埋め込むことで不思議な発光体を表現しているとのことです。細胞分裂し溶体となったドグラですが、その破壊力は衰えを見せず、山積みされた石炭を凄まじい勢いで吸い上げていきます。自衛隊はハチ毒の毒素タンクを搭載した航空部隊を待つ間、高射砲でドグラを食い止めます。このシーンでは本物の自衛隊の協力のもと、実写の高射砲攻撃シーンが導入され、ミニチュアの高射砲と交互に映し出していく本編と特撮の連携が光った迫力の攻撃シーンが堪能できます。本編ドラマの方もクライマックスへと突入。浜辺に追い詰められた強盗団と警視庁マーク組とが繰り広げる銃撃戦もハリウッド映画を思わせるようなスマートなアクションシーンとして演出されています。一方その頃、筑豊の炭鉱ではようやく自衛隊の航空部隊が到着。ドグラの容態に対し落下傘を使ったハチ毒攻撃が開始されます。イフクベサウンドによるドグラのテーマが次第に高まりを増していく中、地上からはつぶれや特撮ならではの超兵器特殊噴霧器が颯爽と登場。このミニチュアによる噴霧器がキャタピラで移動しながらドグラめがけてハチ毒の霧を噴射していきます。続いて37戦闘機体が発進。編隊を組んで上空からハチ毒攻撃を開始します。なおも石炭や周囲にある重機を手当たり次第に上空に吸い上げていくドグラ。そのドグラの群れの真っ只中に上空から落下傘タンクが突入。ドグラに極めて近い位置からハチ毒を噴射します。やがてこの三位一体の攻撃によりハチ毒の効果が次第に現れ始めたドグラが苦しそうに明滅しながら結晶となって次々と落下。その結晶体は巨大な岩塊となって炭鉱の周囲の山あいや海辺にまで降り注いでいきます。浜辺では追い詰められた強盗団が落下する岩塊を避けながら対岸に向かって浜辺を逃亡。しかし次の瞬間、巨大な岩の塊が強盗団の頭上を直撃するという驚愕の展開に観客を声を失ってしまうのです。いきなり襲いかかるこの笑いと恐怖が混在した特撮演出は本作の中でも最も記憶に残るトラウマ級の名シーンだと言えるでしょう。本作のドグラは炭素をエネルギーとする宇宙生命体という設定です。しかしこの炭素という言葉を聞くと、どうしても現在の世界情勢と結びつけて考えてしまうのは私だけではないでしょう。今のように声高に脱炭素が叫ばれるようになったのは90年代に入ってからであり、本作公開時の日本はまさに高度経済成長の真っ只中、石炭石油は燃やし放題、二酸化炭素出しまくりの時代だったと言えると思います。本作のラストで宗像博士による宇宙細胞の平和利用というセリフがあることからも、結晶体となったドグラがまだ生きていることを匂わせています。平和利用という言葉からも、今後宗像博士はさらにドグラの生態を研究し、二酸化炭素の減少に役立てようとしていたのかもしれません。こうして本作を見直した時、60年前の作品に込められた継承がこれほどまでに現代と重なっていることに驚きを隠せずにはいられませんでした。今まさに世界における我が国の立ち位置が試されている中、そんな未来を予見していたかのような当時の特撮映画の奥深さに改めて敬意を表さずにはいられない今日この頃なのです。といったところで今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。